こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポストさんの提供でお送りしております。まずそちらのご紹介だけさせてください。コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は、私は去年 WebX に行った時の動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。また WebX のチケットに関しては、5月中の購入でかなりお得な価格で買えるとのことなんですけども、概要欄のリンクから飛んでいただくとですね、さらにそこから 20% オフで購入できるとのことなんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。では、ここから通常通り、界隈の最近の状況を見ていきたいと思います。まず、ビットコイン関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス1億ドルの純流入を記録しています。内訳としてはグレースケールの GBTC がマイナス 0.5 億ドルに対して、アークのアーク B がプラス 1.3 億ドル、他がビビタル流入を記録しています。アークのアーク B に大きな流入が入ってますが、ブラックロックの IBIT がすっかり元気なくなってるのが気になりますね。また昨日の香港の現物 ETF のフローは、またボセラが公開されてませんが、特に目立った流入もなくてですね、全体でマイナス200万ドルの純流出となっています。一昨日の大流出からは収まってますけども、依然厳しい状況が続いてますね。あと ETF 関連では、米国のウィスコンシン州投資委員会が各社のスポットビットコイン ETF の保有を明らかにしたのも話題になっています。ブラックロックの IBIT を9900万ドル、グレースケの GPTC を6300万ドル、またコインベース、マラソンデジタル、マイクロストラテジーなど、仮想通貨関連株の保有も明らかになっています。で、このウィスコンシン州投資委員会というのはですね、州民の退職制度や州の投資基金、その他信託基金の資産管理を担当している独立した州基金とされてまして、1560億ドル相当の資産を管理していると言われています。資産規模で見るとですね、大手資産運用会社と比べると少し小さいように見えますけども、州のこういう公的機関がビットコインの現物 ETF とか仮想通貨関連の個別株を保有しているっていうのはですね、なかなかインパクトある話題なのかなと思います。これもどこまで積み立てしていくのか注目ですね。あとはバンガードの CEO にブラックロックの元幹部が任命されたのも話題になっています。これも数ヶ月前に遡ると思うんですけども、米国でスポットビットコイン ETF が承認されてですね、海外では割とお祭り騒ぎになってたんですけど、結局蓋を開けてみると、米国内でもこの ETF を取り扱う会社と取り扱わない会社がそれぞれ出てきて、思ったよりもですね、資金流入の入り口が狭いスタートになってたんですよね。で、その ETF を取り扱わない会社の一つに、この大手バンガードが入ってて、いまいち勢いがつかない要因の一つとされてました。ただその後ですね、このバンガードの CEO の交代説が浮上して、もしかしたら CEO が変わったら、方針が変わって、バンガードが ETF を取り扱い始めるんじゃないかという噂が立ってたんですけど、今回そのバンガードの CEO に、ブラックロックの元幹部が任命されたと。で、しかもこの元幹部は、ブラックロックのスポットビットコイン ETF、RBIT の立ち上げを監督していた人物ということで、本当にバンガードが ETF の取り扱いを始めるんじゃないかと、界隈では期待が膨らんでるんですよね。で、今回 CEO に任命されたブラックロックの元幹部、ラムジー氏はですね、現在の投資家を取り巻く状況は変化しており、これはバンガードが人々に投資して成功する機会をもたらしていると。これは同社の50年の歴史で最も意味のあることだと。私の焦点は全ての投資家の立場に立って信頼される企業であり続けるという中心的な目的を忠実に保ちながら、この瞬間に対応できるようバンガードを動員することですと、意気込みを語ってます。このバンガードが ETF を取り扱うとなると、間違いなくビッグニュースになると思うんで、その後の動向に注目したいですね。あと市場全体に影響ありそうなところでは、本日深夜1時頃ですね、コインベースがシステム全体の停止を報告しています。あなたの資産は安全ですと投稿されてますが、ビットコインはこの時間帯あたりで下げてましたね。その後約3時間後に完全に復旧しましたと声明は出されて、ビットコインもまた戻してはいるんですが、他の指数などと比べるとですね、弱い印象はあります。これから取り上げる重要指標の影響もあると思いますが、ビットコインがちょっと弱い要因を上げるなら、これもそのうちの一つに入るのかなと思いますね。ビットコインの価格は61,900ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米生産者物価指数 PPI が前月比予想の 0.4% に対して結果は 0.5%、コアが予想の 0.3% に対して結果は 0.5% と、米国のインフレ問題がまた出た形になりまして、金利が一時的に上昇したんですが、その後のパウエル議長の発言でですね、次の動きが利上げになるとは思えないと、金利を据え置く可能性の方が高いと
いう声明が出されたことから、金利がまた下がって市場もそれぞれ反応してます。米国債金利が 4.44 と、昨日からさらに下がってまして、ナスダックが 18,320 ドル、S&P500 が 5,254 ドル、ダウ平均が 39,550 ドル、キングゴールドが 2,358 ドル、日経平均が 38,490 円、ドル円が 156.4 円となっております。個別株の方では、ギャラクシーデジタルホールディングスが第一四半期の決算で純利益 4.2 億ドル、前年比プラス 214% を報告したのが話題になっています。仮想通貨市場の上昇とマイニング事業の成功が要因とされています。ビットコインの先物の方では、大江が全体でマイナス 1.3%、額としては286億ドル相当、比率としては全体ではショートが 57.2%、バイナス面はロングが 64.7% と、現時点では下売りになっています。今後の指標としては、本日5月15日に、米消費者物価指数 CPI、小売売上高、明日5月16日に日本の GDP、米フィラデルフィア連銀景況指数、5月17日に中国の小売売上高などが控えております。市場全体で見たら、金利の下落から市場全体が反発傾向であるものの、仮想通貨市場はビットコインを筆頭にですね、追いついていない状態。ただ先日の流れから一部のミームはまだ元気といった展開なのかなと思います。こちらも本日の CPI 次第になると思いますが、ビットコインのチャートだけ見たら、64,000の抵抗に毎度弾かれて落ちている形です。上はこの64,000を抜けられるかどうか、下は再度6万ドルで耐えられるかどうかが焦点になると思います。今後の市場のこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサリアムが SEC によって有価証券認定されるんじゃないかという噂がまた出てます。今拡散されているこの投稿の画像は、SEC がスポットイーサ ETF の申請に対してですね、イーサのセキュリティに関する質問を検討しているという公式通知のようなものなんですけど、スポットビットコイン ETF が申請された時にはこの通知はなかったようなんですよね。少し前も言われてましたけども、スポットビットコイン ETF を申請した時と、今回スポットイーサ ETF を申請した時では SEC の動きが全然違うんで、まずこの短期間での ETF 賞にはないだろうと、それどころかですね、有価証券認定までされてしまうんじゃないかということで、今海外がざわついてるんですね。だいぶ前からですね、ETF の承認確率下がりっぱなしでしたけど、今ではね、承認されることはほぼないとまで言われてます。現在各社が申請しているスポットイーサ ETF は6月以降に先延ばしされてますけども、この ETF の行方もどうなるのか注目ですね。あとはビタリックはまた新たな提案を出してまして、今度は EIP7706 という新たなガスシステムを提案してます。今までのガスシステムはですね、通常のトランザクション実行用のガス台と、最近話題になったブロブのデータ保存用のガス台、主にこの2種類のガス台が存在してたんですが、ここに新たにコールデータ専用、トランザクションで送信されるデータ専用のガス台を確立することで、他のトランザクション実行用のガス台を軽減する提案のようです。だから普通の取引だけをやってるユーザーからしたら、ガス代が安くなる提案なんじゃないですかね。今の私の理解ではそうなってますけど、先日のね、EIP3074 の上位互換として提案された EIP7702 の時はですね、たった20分で掛け上げられたこれに賛同しなきゃいけないのかとか、炎上気味でしたけど、今回の EIP7706 に関してはですね、あまり批判的なコメントが流れてこないんで、みんな肯定的になってるんですかね。それかまだ理解されてないか。今後どうなるかわかりませんけども、イーサリアムのオンチェーン環境が良くなればいいですね。イーサの価格は現在2900ドル、PTC 建ては 0.0468 と連日下がっております。先物の方で OI が全体でマイナス 0.5%、額としては102億ドル相当、比率としては全体ではロングショートともに 50% と拮抗してまして、バイナス目はロングが 82.2% と、こちらも現時点で下売りに傾いてます。あとオプションの方では6月満期のコールだった曲が6500ドルあたりに集中しているのが注目されています。ETF の5月賞にはないと見て、6月に期待が膨らんでいるのかもしれないですね。イーサに関しては連日下がる一方で、BTC 建ても息つく暇もなく毎日下がってます。今回ファンダも下へ行くようなものが出ましたし、未だ明るい兆しが見えない状態ですね。チャートだけ見たら3000の攻防が遠くなってまして、2800で耐えられるかが焦点になってますが、上へ期待する要素がないんで、その下の2600まで行ってもおかしくない展開になってますね。逆転のファンダが出るのか、イーサの今後にも注目です。あと、ここからその他の動向になります。JP モルガンの JPM コインが、ブロードブリッジの分散型台帳、レポプラットフォームの決済に採用と、JPM コインが決済機能を提供するのはこれが初ということで、現在注目されています。仮想通貨が出始めた当初はですね、既存の仮想通貨が普及したらとんでもないことになるぞと言われてましたけど、大手既存金融がね、普通にコインを発行して、それが普及するという事態になってます。
やっぱりね、こういう時代が来ましたね。これから大手からどんどんこういう動きが出てくるでしょうけど、既存の決済用の仮想通貨が生き残れるのか注目ですね。あとはポリマーケットがピーター・ティールのファンダーズファンドとビタリックなどから4500万ドルを調達したのが話題になっています。で、このポリマーケットはつい先日もですね、米国の CFTC が政治的なベッティングプラットフォームを規制すると提案して、その対象にこのポリマーケットが入ってて、その後の進捗が注目されてましたけど、今回元ペイパルのピーター・ティールとビタリックという大きな知名度を持つ2人から出資を受けて、再度注目されています。出資者らはそれぞれこのポリマーケットのサービスに期待する声を上げてますけども、今後米国の規制に対応できるのか注目ですね。あとはトルネードキャッシュの開発者パツセブに懲役64ヶ月、約5年の有罪判決が下ってます。12億ドルの仮想通貨を洗浄したとして有罪と、トルネードキャッシュに関してはですね、犯罪者のマネロンによく使われていたプラットフォームとして、米国から規制されてたんですけども、開発者側も犯罪者にサービスを提供していたとして、罪に問われるのかどうかというのがずっと焦点になってました。ただ今回裁判官側はですね、トルネードキャッシュはその性質と機能において、犯罪者を対象にしたツールであると主張してまして、提供側も有罪であると判決を下してます。未だに仮想通貨系団体とか、コインベースはこのトルネードキャッシュを擁護する側に回ってると思うんですけど、ここからまた展開が変わるのか注目ですね。あとはソラナのサイファープロトコルの運営側であるホーク氏が顧客資金を賭博に使ったことを告白したのも話題になっています。このサイファープロトコルは2023年8月に総額100万ドル相当のエクスプロイト被害に遭ってまして、その後盗まれた資金の60万ドル相当を凍結することに成功したんですけども、このホーク氏がそのお金を持ち逃げしてギャンブルに使ってたと、今回ホークがこの件に関して自白してます。告白文の一部を抜粋するとですね、重篤なギャンブル依存症とあまりにも長いチェックされなかった他複数の心理的要因の頂点になりましたと。私は長い間自分らしくありませんでした。ここ数年は何の価値もない人々、特に私に最も近い人々を何度も傷つけてきましたと。これらの状況は私の対人関係から仕事上の関係にまで広がり始めましたと。私は家族のために働き続け、デックス設計領域内で革新を試みましたが、失敗し、さらに働き、そして破産しました。この一連の出来事を通じて最も傷ついたのは、今回告発したバレットであることは間違いないと。私が何を言っても何をしても事態を好転しないだろうと。おそらく刑務所で朽ち果てる以外にはないだろうと。申し立ては真実であり、私は資金を奪い、ギャンブルで持ち去りました。次に何が起こるかは、神の手の中にあります。ごめんなさい、めちゃくちゃでと書かれてます。こういう資金持ち逃げ関係って、裁判とか捕まってからですね、罪を認める認めないってケースが大半だと思ってたんですけど、今回は自白エンドみたいな感じになってますね。これも最終どのような着地になるのか注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。